無謀です。あまりに無謀な実験です。しかし、好奇心に勝てずにやってしまいました。今回の研究テーマは、水深5メートルに iPhone は耐えられるのかです。最近の iPhone は防水機能がありますね。でも水深5メートルのダイビングプールで自撮りができるのでしょうか？そこで自らの iPhone 12を用いて実験を行いました。その驚きの結果をご覧ください。こんにちは。素潜りマーメイド研究所所長のマリダイバーです。iPhone の耐水性、防水性気になりませんか？お風呂で使っているあなた、または海やプールで撮影したいあなた、一応防水機能があるのは分かっているけど、結構ビクビクしつつ使っているのではないでしょうか。今回は水深5メートルのダイビングプールで自撮りをするという実験を行いました。 iPhone で水中撮影をしたい方必見の内容です。後半部分で水中撮影での非常に重要な注意点をお話しします。これを守らないと大変な事態になります。最後までしっかりとご覧ください。素潜りマーメイド研究所では、素潜りやマーメイドスイムについて私自らが水中で実験する様子をご覧いただいたり、潜るためのコツやレアな情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をして当研究所の研究員になってくださいね。さあ、では実験スタートです。バックアップに人魚の学校のチェルシー先生、シェリーナ先生がご協力くださっています。 iPhone のインカメラで自撮り開始。水深5メートルのプールにおよそ秒速1メートルほどのスピードで沈んでいきます。この iPhone 12は私マリダイバーの私物です。 iPhone は水没状態での故障は保証対象外となっております。無謀です。あまりに無謀な実験です。しかし好奇心に勝てずにやってしまいました。水深5メートル地点に到着しました。ウェットスーツを着ておりますので、体が浮かないように 5kg の重りウェイトをつけております。そこに腹ばいになってできる限り水深5メートルに iPhone を近づけます。時々上を向けて、これが本当に水深5メートルであることの証明映像を撮影しています。画面に変化は見られません。自撮りを続けております。今のところ画面は録画状態で変わりません。問題なく映っております。自撮り状態を続けます。1分が経過しました。そろそろ浮上したいと思います。浮上スピードもおよそ1秒あたり1メートル、秒速1メートルではしごを伝ってゆっくりゆっくりと登っていきます。浮上いたしました。実験終了です。さて、その結果はというと、全く問題ありませんでした。映像もうまく撮れていましたし、その後3日使用していますが、何らかの不具合、故障もありません。本当に良かったです。もし壊れてしまった場合、クラウド上とかローカル上にデータのバックアップがあると言っても、普段使っている iPhone が壊れたら生活に非常な不便が生じるからです。ただし、海やプールに iPhone を持っていくのはちょっと待ってください。これからお話しすることを最後まで聞かずに早合点して iPhone を水に沈めると故障する可能性があります。これからお話しする3つのことを頭に入れた上で行ってください。また、故障した場合、当研究所では責任が取れません。どうぞくれぐれも注意してください。では最初の1点目。Apple 公式サイトの注意事項としてこう書かれています。iPhone を着用したまま泳ぐまたは入浴する、 iPhone を意図的に水没させる、これらの行為はお控えくださいと言っているんです。この時点で私の実験は公式が禁じていることを行っています。 Apple の指示を完全無視です。つまり全て自己責任でやっています。もし壊れてしまった場合でも Apple の保証の対象外です。海やプールで水中撮影する場合、すべて自己責任で行ってくださいね。2点目、iPhone 12以降の機種で行うこと。これすごく大事です。 iPhone なら何でも水につけていいわけじゃないです。 iPhone 12の防水性能は IP68 等級です。Apple 公式サイトによると iPhone 12と13は IEC 規格60529に基づく IP68 等級に適合していますと書かれています。具体的に言いますと IP68 等級というのは水深6メートルまで最長30分まで適合ということです。
iPhone7 以降は耐水性能がありますね。この耐水性能というのはあくまでも日常生活における少々の水分です。例えば濡れたままの手で触ってしまうとか、顔を洗うときに洗面台に置いた iPhone にほんのちょっと水滴がかかるぐらいのことです。ジャブジャブ水に沈めていいということではないです。iPhone 公式は iPhone12 以降の機種は IP68 に適合と定めています。これは iPhone7 からの耐水機能というレベルではなくて防水という高いレベルです。iPhone12 と13は水深6メートルまで30分まで耐えられるということです。ちなみに iPhone11 の防水は深さ2メートルまで最長30分。iPhone11 Pro と iPhone11 Pro Max の防水は深さ4メートル最長30分です。だから iPhone11 と iPhone12 では大違いです。水深5メートルのプールに沈めた場合、iPhone11 では壊れる危険性があります。公式サイトには自分の iPhone の機種がどのくらいの耐水性、防水性があるかちゃんと書かれていますので、水につける前に必ず調べてください。公式サイトの URL は概要欄に書いておきます。3、真水のプールで静かに潜水すること。先ほどの IP68 という防水規格なんですが、 IP68 の6というのはあらゆる方向からの強い水流に対して保護されているということです。この強い水流というのは1分あたり100リットルの真水をあらゆる方向から3分間噴射としっかり決められています。つまり真水であり海水ではない、川などの激流ではない、極度の冷水や熱湯でもないという実験なんですよ。だから例えばこんな条件だと完全に NG です。海の中で iPhone をぶん回したり、速い潜行スピードで潜ったり、 iPhone を身につけてクロールなどで速く泳いだり、表面に氷が張っている湖につけたり、熱いお風呂または入浴剤が入っているお風呂につけたり、これらのことは想定されてないんですよ。今回の私の実験では秒速1メートルでゆっくり潜って iPhone はほぼ動かすことなく真水27度のプールにおいて水深5メーター、水中の滞在時間は1分以内という条件があったから問題がなかっただけで、どんな状態でも iPhone12 が水深6メートル30分に耐えられるとは限りません。3点の注意点をまとめます。1、自己責任であること。2、iPhone12 以降で行うこと。3、IP68 防水の条件を守る。この3点を気をつけてくださいね。一度水没した iPhone はすぐに充電はしないでください。十分に乾かしてからライトニングケーブルを接続してください。それと水没直後は音はちょっとこもるかもしれません。その場合は水滴をスピーカー部分から弾き飛ばすための音を流すといいです。YouTube 上にもたくさん音源があります。流すだけですぐに水滴がなくなるので便利ですよ。概要欄にリンクを書いておきますね。というわけで結論、iPhone12 以降の機種は一定の条件が揃っていれば水深5メートルでも自撮りができる。CNET というアメリカのメディア企業の実験によりますと iPhone12 は水深20メートル、水温10度、40分間の水没にも全く問題なく耐えられたそうです。公式発表の4倍の水深でも大丈夫なんて素晴らしいですよね。おそらく Apple 側も防水性能を控えめに発表してるんでしょうね。水深20メートルでも大丈夫とか書いちゃうと無茶なやり方で潜水して iPhone が壊れた人がどうしてくれるんだと訴訟を起こすからでしょうね。それにあらゆるものは劣化します。たとえ iPhone12、13だとしても長年使っていると部品が劣化して防水性能が弱まる可能性もありますよね。おそらく今後 iPhone14、iPhone15 と最新機種が出るたびにどんどん防水の水深も深くなっていくと思います。水中でぶん回しても大丈夫のような iPhone が発表されると思います。それまでは自己責任で水中自撮りをするか、完全防水のカバーハウジングを使うか、 GoPro など水中 OK のカメラを使いましょう。今後の Apple に期待大です。もしこの動画が面白いと思われましたら、見たよという合図代わりに高評価をポチッと押してくださいね。
疑問、質問、実験、検証のリクエストも気軽にコメント欄に書き込んでください。また次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。